始まりました。今夜も私たちのレートナイトジャパニーズの時間ですよ。はい、この番組は日本語を勉強している皆さんと一緒に日本の友達同士のリアルな会話や最近の流行りを深夜の電話みたいにゆるっと共有する番組です。私たち美咲と。のぞみがお届けします。ねえのぞみ、最近気になってることない？何？電車とかで周りの人と目が合うことってほぼないよね。言われてみれば確かにみんなスマホか窓の外か床を見てるよね。そうで、先週ちょっと調べてみたんだけど、海外の人ってこれがすごく不思議に見えるらしくて。そうなの？うん、むしろ海外では目を合わせないのは失礼とか信用できないサインって思われることもあるんだって。逆だ。日本だと目をじっと見る方が失礼な感じしない？そうなんだよ。今日はその目を合わせない文化について話そうかなって。面白そう。まずね、海外、特に欧米の文化では目を合わせることってすごく大事とされてるんだよ。どんな場面で？例えば会話してる時、相手の目を見ながら話すのがちゃんと聞いてますよ、あなたを大切にしてますよって気持ちを表す方法なんだって。逆に目を合わせないと？退屈してるとか嘘をついてるとか自信がないって思われることがあるらしそれはきつい。い。そうだよね。仕事の面接とかでも目を合わせることが自信がある、誠実だってサインになるから、すごく意識するって聞いたよ。なるほど。日本の面接だとあんまり目をじっと見ると逆に怖い感じしそう。わかる。なんか目力が強すぎる人ってちょっと圧があるよね。あるある。でもそれって文化の違いなんだね。そう。じゃあなんで日本はそうじゃないのかって話なんだけど、日本ってなんで目を合わせないの？理由はいくつかあって、まず一つ目は上下関係。目上の人の目をじっと見るのは失礼みたいな？そう。昔から偉い人や年上の人の目を直接見るのは生意気だとか挑戦的だと受け取られることがあって。確かに先生に怒られてる時目を合わせるとなんだその目はってなるやつ。そうそう。逆に下を向いてる方が反省してますってなる。二つ目は？二つ目は恥ずかしさかな。日本人って感情を直接表に出さない文化があるじゃない？あるね。目をじっと見ると自分の感情が伝わっちゃう感じがして恥ずかしくなるんじゃないかって。わかる。好きな人の目見れないやつ。まさに。三つ目はね、他人の空間を尊重する感覚かな。どういうこと？電車でじっと見たりすると迷惑なるっていう意識。相手のプライベートな空間に入り込まないようにするって感じ。なるほど。見ないことが礼儀なんだ。そう、ここが面白くて、日本ではあえて見ないのが礼儀になることがあるんだよ。電車以外だとどこ？例えばエレベーター。日本のエレベーターって乗ったら全員が前を向くよね。誰も目を合わせない。そういえばそうだ。みんな扉を凝視してる。海外の人からしたらあれが本当に不思議らしくて。確かに。なんで全員が同じ方向を向いてるんだって思うよね。あとは電車で席が隣になった時、話しかけないし見ないし存在しないかのようにするじゃない？うん、完全にスルーする。あれもお互いのプライベートな時間を大事にする感覚から来てるらしい。なるほど。見ないこと、関わらないことが思いやりになるんだね。そう。日本語に空気を読むって表現があるけど、その一部かもしれない。具体的にどんな場面で見ないが働くの？まず職場。部下が上司に怒られてる時、下を向いてる方が反省してるってなる。さっきのやつね。逆に目をじっと見ると反抗的ばって思われることも。難しい。あとは挨拶する時、日本のお辞儀って頭を下げるから自然に目が下に向くよね。そうか、お辞儀の構造上目が合わなくなるんだ。そう。欧米の握手は顔が同じ高さだから目が合いやすいんだけど、お辞儀は体を傾けるから。なるほど、挨拶の仕方自体が違うんだね。あとは学校の授業。先生の目を見ながら聞くより、ノートや手元を見てる方がちゃんと聞いてるってなりやすいかも。確かに、目を見てると分かってますアピールみたいで逆に怖い。でもね、日本でも目を合わせることが大事な場面もあるよ。どんな時？大事な話をするとき、誰かに本当のことを伝えたいとき、目を見て言うことで誠実さを表すことがあるよね。
ドラマとかでよくあるやつ。ちゃんと目を見ていってみたいな。そうそう。あと恋愛でも好きな人と目が合った時にドキドキするよね。それはどこの国でも一緒か。だから完全に目を合わせない文化じゃなくて、場面によって使い分けてるんだよね。この違いって実際に誤解を生むことあるの？あるあるらしくて、例えば海外の人が日本で話しかけても目を合わせてもらえないと嫌われてるって感じることがあるってば。そっか、悪気は全然ないのにね。反対に日本人が海外に行った時目を合わせないでいると怪しい、不真面目だって誤解されることも。それは困るね。だから海外に行く時は意識して目を合わせる練習をする日本人もいるらしい。練習するのか。文化って体に染み込んでるからなかなか変えるのが難しいよね。今日の話まとめると、日本では目を合わせないのは失礼じゃなくて、むしろ礼儀や思いやりの表れのこともある。上下関係がある時や他人のプライベートな空間を守る時とか。でも海外の文化では目を合わせることが誠実さや自信のサインになっていることが多い。どっちが正しいとかじゃなくて、文化によって全然違うんだね。そうそう。その違いを知っておくと外国の人と会った時になんでってならなくて済むかも。確かに、知識があるだけでコミュニケーションが全然変わりそう。今日も聞いてくれてありがとう。また次回ね。